はい、こちら以前ご紹介したダイソーのティータイムラック。本来はティーバッグなどの収納に使うアイテムですが、これがコスメの収納に使いやすいと SNS でバズったことがありましたよね。我が家も洗面台の鏡裏に置いてマスカラやリップの収納に使っていました。余談ですが、これつい最近変えたような気がしていたんですけど、調べたら2年以上も経っていて愕然としました。はい、そんなダイソーのティータイムラックは基本的にティーバッグの収納を想定しているので、奥行きが 10.5 センチと少し大きめの作りでした。鏡の裏の棚には入らなかったっていう方もいるんじゃないかなと思います。で、そんな方に朗報です。セリアから洗面鏡専用の収納アイテムが登場していました。洗面鏡斜めスタンド110円です。洗面鏡の裏の収納スペースに収まるように奥行きは 7.2 センチと浅めの作りになっています。ちなみに幅は 11.7 センチ、高さは9センチ。ティータイムラックよりも3センチスリムで比べてみると結構違います。さらに取り外せる仕切り付きで、もちろん好きな位置に調整することも可能です。下地やクリームなどのチューブ類とかマスカラ、リップなどの収納にぴったり。奥行きが浅い分、ティータイムラックに比べると角度は少し急になっているんですけど、取りやすさは全く問題なかったです。さらにスタッキングも可能で3段まで積み重ねることができます。斜めになっていることで高さも小スペースに収納できますよね。ということで、我が家は2つ横に並べて使うことにしました。ティータイムラックよりも薄いおかげで手前にかなり余裕ができました。軟膏などの小さなアイテムも置けるスペースができたので、これに変えてよかったなと思いました。ちなみにその他、鏡裏のコスメ収納アイデアは以前動画で投稿しているので、興味がある方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、お次はこちら。セリアの冷蔵庫ポケット用袋調味料収納ケース110円です。商品名にある通り、倒れがちな袋入りの調味料にぴったりサイズの収納ケース。サイズは奥行き 14.4 センチ、高さ 10.1 センチ、幅が 5.2 センチ。ごまとか青のりなど4袋ぐらい入りました。だけどぎゅうぎゅうにしない方が取り出しやすいですよね。似たようなタイプの収納ケースは今までもいろいろとありましたが、これの推しポイントは冷蔵庫のドアポケットにすっぽり収まること。奥行き 14.5 センチ以上のドアポケットに使うことができます。左右に置くものの仕切りにもなって一石二鳥。今まではドアポケットに差し込むタイプの仕切りを使って収納していました。仕切りは幅を自由に変えられるのがメリットで、これはこれで便利に使っていたんですけど、今回このケースに取り替えてみたら、仕切りを使っていた時よりも見た目がすっきりしました。ちなみにチューブタイプの調味料だと3本いい感じに入ります。他にもアイディア次第でいろいろ使えそうだなと思いました。はい、お次はこちら。セリアのノートパソコンスタンド110円です。ポリプロピレン製のスタンドが2本入っていて、ノートパソコンの下にセットするだけ。シンプルかつミニマムですよね。設置する幅を自由に変えられるので、パソコンのサイズに関係なく使うことができます。サイズは長さ15センチ、幅 2.5 センチ、高さは手前が2センチで奥が3センチ。滑り止めもちゃんとついています。パソコンの下に空間ができるので、放熱効果はもちろん、メモやペンなどちょっとした小物を収納することができます。オフィスでデスク周りがごちゃつくときや、カフェなどで作業スペースが狭いときにも便利ですよね。高さや角度の調整はできないんですが、
コンパクトで手軽に使えるところが気に入りました。さらに2つがカチッとはまる仕様になっていて、持ち運びのしやすさも考えられていました。110円とコスパも最強。セリアだけでなくてキャンドゥでも買えるみたいです。今やどこの100均でも買えるロングセラーの人気商品、スキマロングワイパー。ワイパー部分が薄い作りになっていて、冷蔵庫や洗濯機の下や横などなど、掃除機が入らない細い隙間の掃除に大活躍のアイテム。我が家の防水パンの横は唯一これじゃないと掃除ができなくて、使い始めて7年が経つんですが、すっかり手放せなくなっています。ただ、唯一の難点はシートが取り付けにくいこと。両サイドの切り込みにシートを挟んでセットするようになっているんですが、これがめちゃめちゃやりにくい。かといって適当にやると掃除の途中で外れてしまい、かえってストレスになるので仕方なく時間をかけてちまちまと取り付けていました。そんな折、SNS で目から鱗の取り付け方を見かけたので、今回はそれを共有したいと思います。用意するのはシールタイプの面ファスナー。私はセリアで粘着ワンタッチシートという商品を買いましたが、多分どこの100均にもあると思います。セリアの粘着ワンタッチシートは10センチ角サイズで、剥がして貼るだけの面ファスナー。好きなサイズにカットして使うことができます。はい、そしてこの面ファスナーのザラザラした方をカットして、ワイパーの両端に貼り付けていきます。私は大体でカットしちゃったんですけど、幅は2センチ弱ぐらいあればいいかなと思います。で、これ10センチだと長さが足りなかったので、継ぎ足して端まで貼りました。はい、ということでこんな感じに貼り終わりました。これを両面とも貼ってください。でも説明しなくてもお分かりかとは思いますが、シートを面ファスナーでくっつけるというわけですね。SNS ではシートを半分にカットして使っていました。ちょっと私は横着して半分に折ったシートをくるっと巻いてみました。どうですかね。端は少しめくれるんですけど、面ファスナーにしっかりと貼り付いていて外れることはなさそうです。試しにシートを折らずに巻いてみます。ペタッと乗せてパタパタと巻いていくだけ。これなら片手でできるし、秒でセットできます。考えた人ほんと天才と思いました。で、1枚のままで巻いても少しギュッと圧着すればめくれてくることはありませんでした。面ファスナーなのでもちろん繰り返し使うことができます。おかげで今までのプチストレスが解消しました。隙間ワイパーをお使いの方はぜひ試してみてください。少し前に購入して動画にするか迷ったアイテムなんですけど、せっかく撮影したのでおまけとしてご紹介したいと思います。ダイソーのゴムパワーキッチンお掃除シート。110円で5枚入り。真ん中にミシン目が入っていて、カットして使うこともできます。ポリエステル不織布をゴム加工したクリーナーで、表面はザラザラしているんですけど、研磨剤は入っていないということで傷はつきにくいそうです。電子レンジや IH コンロの油汚れ、水垢、ぬめりなどが水だけで落とせるというので試しに買ってみました。ということで、うっすら汚れていた IH コンロと10年目を迎えて汚れが落ちにくくなってきた電子レンジ、そして数日放置するとあっという間にくすむ水栓をゴムパワーでゴシゴシと掃除してみました。それぞれ5分ぐらいずつこすってみたんですけど、正直みるみる落ちるという感じではなくて、ある程度の根気と時間が必要かもなっていう印象でした。はい、そしてビフォーアフターがこちら。確かに落ちてはいるんですけど、完璧に落とすにはもうちょっと時間がかかりそうです。5分ぐらいで諦めてしまう私には向きませんでした。特に水栓は個人的にはマイクロファイバークロスの方がすっきり落ちるなと感じました。とはいえ逆に言えば優しく汚れを落とすという感じなので、
絶対に傷をつけたくない、洗剤を使いたくないというところにはちょうどいいかもしれません。汚れの種類によってはもっと楽に落ちる可能性もあるし、あくまで今回は私の環境で使ってみた感想として参考程度にご覧いただけたら嬉しいです。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。